こんにちは。スカーレット・ベリコと申します。本日からですね、漫画の描き方ということで動画を、始めさせていただきたいと思ってるんですけども、まずはですね、原稿をやる前の準備としてデータファイルの作り方から、流れでやっていきたいと思います。私はですね、クリップスタジオペイントというアプリを使って漫画を制作していますので、そちらからですね、ファイル新規を選びます。で、ここからですね、作品の用途、イラスト向きですね、コミック向き、同人誌向き、もっと細かい設定をしたい人向き、ムービーの設定なんかいろいろあるんですけども、私は雑誌の連載をしているので2個目のコミック向きを選択していきます。で、ファイル名はですね、自分の作品の名前にしてた方が分かりやすいので、私の場合は連載中のジェラシー何話という感じで、はい、名前を決めました。そして次はですね、原稿用紙の作り方なんですけど、私が連載している雑誌は英語サイズなので一回り大きい B5 版を使ってます。普通の、アナログで描かれている漫画家さんたちはだいたい、B4 版ですね。B4 版大きい、みんながよく目にする大きい原稿用紙で書かれている方が多いと思うんですけど、データの場合だと私は B5 版が一番妥当かなと思います。潰れすぎず、荒くなりすぎずいいと思います。そして立ち落とし幅ですねは 5mm に設定してます。 3mm だとちょっと短すぎるというか狭すぎるというかなので 5mm ですね。で、解像度 600dpi、1200 も設定のうちにあるんですけども、600でデータ原稿は十分だと思います。1200でもそんなに仕上がりは変わりません。で、基本表現色、漫画の場合は黒と白以外の色がありませんのでモノクロの設定にします。で、基本線数は60で OK です。そしてテンプレートという項目があるんですけど、これはもともとコマのテンプレートがいろいろあるんですね。4コマ漫画とかやる方はテンプレートを使用してもいいかもしれませんね。で、私は使用しませんのでテンプレートのチェックはオフです。で、同人仕様の設定がここにあるんですけど、これも必要ないのでチェックは外します。そして複数ページ数ですね、何ページの原稿用紙になるか、これも後で設定で変えられますので、まだ予定してない何ページか分かんないなっていう人は、適当にだいたい18ページ、24ページ、32ページのどれかの区切りだと思うので、適当に24ページだったら24ページに、最初決めとけばいいんじゃないかなと思います。で、閉じる位置ですね、右閉じ、日本の、漫画の場合は右閉じですね。で、開始のページは左からっていうのが基本です。これは国によって違うので、自分の国の漫画がどっちから始まるのかっていうのを、調べておいてもらったらいいと思います。左閉じの国もありますね。自分の国に合わせてください。そして表紙、これも一冊本を作る時の設定なので、右側のこれはですね、表紙もありませんのでチェックも必要ありません。ページ番号、ノンブルとかもですね、原稿を連載中の場合は必要ありませんね。なのでこれで OK を押します。そうするとデータファイルがしばらくすると作られてくるので、しばらくお待ちください。はい、できました。はい、これがですね、1ページから24ページまでだーっと今から各原稿の紙になりますね。アナログでいうとこの原稿用紙が24枚用意されました。ページと作品の基本設定を変更っていうところでですね、さっきの設定が丸々変更可能なので、もうちょっとページ数増やしたいなとか、原稿用紙のサイズもうちょっと大きい方が良かったなっていう場合は、もうここで設定が可能です。1ページごとに設定を変更したい場合は、ページの基本設定を変更っていうのがあるので、ここでも設定が可能です。例えばですね、どういう時に使うのかっていうと、私はよくやるんですが、扉がカラーの場合ですね、1ページ目の扉がカラーの場合にページの基本設定を変更にします。で、基本の表現色をカラーにして、カラーの場合の解像度が、350ぐらいあれば十分ですね。なのでここだけ1ページ変更します。そうすると原稿用紙がカラーで
制作できるようになりますね。例えばこんな感じで色がつけられるようになるんですね、レイヤーで。で、他のページはこういう作業ができないのかと言われるんですが、他のページはですねモノクロの設定なのでこういうことができなくなるんですね。ちょっとやってみましょうか。2ページ目、これはですね、水彩の項目で書いても黒にしかなりません。薄い色を選択したら白か黒の設定しかありません。でこういう違いが出ますね。で1ページ目がカラーの場合で、2ページ目はモノクロ原稿の 600dpi、 こういう違いが出てきますね。はい、ページファイルの設定が終了したところで、次はネーム、下書き、仕上げ、これを流れでちょっと紹介していきたいと思います。はい、こちらがネームになりますね。ネームっていうのがですね、漫画の中で一番大事な項目です。コマの流れとかキャラクターがどういうセリフを言うか、どういう動きをするか、どういう演出にするか、どこまでその1話の中に入れ込むかっていうのを全部このネームっていうのでやってしまうので、これがなければ漫画が成立しません。これに一番皆さん時間がかかっていると思います。で、ネームで大事なのが、セリフの流れとキャラクターの動きなので、一番大事なのはセリフですね。誰がどうやって喋ってるのか、例えばセリフだけあっても、セリフが大事とはいえセリフだけあってもですね、誰が何をしてどういう状態で喋っているのかというかわからないんですね。なのでキャラクターを書く必要があるんですが、下書きほど丁寧に書く必要はないですね。こういう感じでざーっと書いちゃって、誰がどういう状況にあるのかっていうのさえ書いちゃえば問題ないです。なので絵は特にこだわりなく、分かりさえすればいいですね。ここにこう書いて、モブが喋ってます。こっちには松見さんがいます。キャラクターの名前ですね、松見さん。マッツミケルセンから取りました、松見さん。はい雑学、こんな感じですね。だいたいこういう感じで、あと棒人間とかそれでも構いません。ただ私は割と書き込みがちですつい楽しくてもうほぼ下書きじゃねえかっていうぐらい書いちゃってますね。書き込みがですね必要じゃないかなって思う場合もあって、こういうどうしてもここだけは書かせてくれ、担当さんにお願いしたい、その意思を伝えたい時はもうほぼ下書きじゃないっていうところまで書いちゃいますね、私は。私は書き込みすぎな方です。あんまり効率が良くないのであんまおすすめしません基本的には棒人間で手っ取り早く進めちゃった方が効率はいいです。はい、ネームの説明はとりあえずこれくらいにして、次ですね、ネームから、下書きしてペン入れして、どうやって仕上げまでやるか、一応流れだけですね。今回の動画は流れだけ、とりあえず説明させてもらいます。もっと詳しく丁寧な書き方はですね、また別の動画で紹介しようと思ってるんで。はい、まずネームの状態がこれですね。はい、こういう状態です。色が青いと思うんですけども、なぜ青色かにしてるかっていうと、アナログ原稿と違って、鉛筆で下書きを書いてペンを入れて後で消しゴムで鉛筆だけ消すっていうことが、普通の、原稿では、データ原稿ではできなくなるので、レイヤーっていうものに分かれて、透明のフィルムだと思ってもらえばいいんですけど、透明のフィルムを1枚2枚3枚って重ねて、1枚ごとに絵を描いていく、下書きを描いていくっていう感じ、イメージですね、思ってもらえばいいと思うので、青色を選択している理由はですね、間違えないようにです。ペン入れの時に黒だとどっちが下書きでどっちがペン入れか分かんなくなっちゃうので。
はい、ということでこのネームからですね、ネームのレイヤーを少し薄くして下書きを書いていきます。で、下書きがこちらになります。で、下書きはピンクです。私の場合はテンションが上がるのでピンクです。ピンク大好き。で、下書きが終わりました。ということはもうネームのレイヤーは必要ありませんので、非表示にさせておきます。はい。で、次はいよいよペン入れですね。そのためにもう少しこうやってレイヤーを薄くして、で、ペン入れをします。そしたらどうなるか、はい、こんな感じです。はい、ペン入れが終わったので、下書きのピンクのレイヤーを非表示にさせます。その後に、こんな感じで背景を入れますね。で、背景が入れ終わったら、もうちょっと絵に重みを出したい、雰囲気を出したいなっていう時に、トーンを貼ります。トーンがこんな感じ。で、影のトーンが入りました。で、もう少し暗い色調で、顔を強調させます。首の下、この辺ですね。こういうところちょっと普通の肌でよく使うトーンよりも濃い色で顔を浮き立たせるっていうことが私はよくやりますね。で、その後のグラデーションレイヤーは後ろのゴミ箱とか、はい、こいつ、はい、ここ、はい、ここですね。で、ちょっと手書きのセリフを入れました。で、全体的に仕上げがおしまいです。これで終わりです。このページはですね。で、こういう作業を全部にやっていって、だいたいいつも40ページぐらいの原稿が出来上がります。期間としてはだいたい2週間からもうちょっとかかる時もあるかな。画面によりますね。時間のかかる画面の時はやっぱり街並みとか背景が多い場合は結構時間がかかることもありますけど、平均2週間ちょっとで、仕上げてます。アシスタントさんがいないので私は一人で作業しているので、まあそのくらいかかっちゃいますね。はい、ここまでで仕上げになります。で、原稿ができました。担当さんに渡して終了という感じですね。で、原稿の作り方、大まかに流れだけ今日は紹介させていただきましたので、次はですね、ネームから下書きからペン入れまでちょっとメイキングみたいな形で紹介させてもらおうかと思ってますので、よかったらそちらもご覧ください。では失礼します。